こんにちは。唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今回の動画はベトナムハノイのノイバイ国際空港からフィリピンマニラのニノイ・アキノ国際空港へ向かう動画です。今回のチケットは日本の成田空港からベトナム航空を利用してベトナムハノイを経由してフィリピンマニラに行くチケットになっております。ハノイでの乗り継ぎ時間が10時間くらいありましたので、トランジット観光に行ってきて空港に戻ってきた後からの動画です。トランジット観光の動画は別動画でアップしております。ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。じゃあ預けている荷物をピックアップしてチェックインカウンター、違うもうチェックインはしてあるんだな。チェックインはしてあるからもうこのまま多分行けばいいんだと思う。行けばいいんだと思うんだよな。多分どうなんだろうな。まあそんなところです。で、預け荷物は2階です。ANA カウンターも JAL カウンターも空いてますね。ちょうどこのぐらいの時間なんでしょうね。荷物をピックアップします。トイレあるかな。トイレ先にあるな。行ってみよう。カプセルホテルもあるんだね。カプセルホテルもあるんだ。しかもこれ日本語もちゃんと書いてあるんだ。それでこういう風にちょうど飛行機の窓みたいになってていいですね。お祈りしてる人もいますね。じゃあ預けていた荷物の返却いきます。無事帰ってきました。バッグです。100は600円ぐらいか。安いな。600円ぐらいでしたね。ここまでなんかいろいろ美味しそうですね。さあ再び3階です。ここから出発します。ANA は何時のフライトなのこれ。でその隣に JAL ですね。これ日本の羽田空港みたいですね。 JAL と ANA が並んでてね。これどこ行きなんだわからん。まあいいや。あんまりちょっとね、まあまあ数時間とはいえまあまあね散策してくると余裕ないですね。23時55分が東京成田行きで、0時25分が東京、こちらも成田行きですね。 ANA が0時25分以上です。こちらのベトナム航空のカウンターは通過します。もう航空券あるんで、搭乗券あるんで通過します。上が食堂みたいになってんだ。ちょっと空港散策ということで上に行ってみましょう。で、そこから入っていくわけだな。わかりました。4階はレストランだとかカフェっていうのか、コーヒーショップが並んでますね。展望台みたいにはなってないのか、なってるか。ただここ入んないと見えねえな。なんでそこは行かずに、窓際の席とかだったら展望台みたいな感じになってんじゃないかな。ここにも塔がある。ちょっとしたというか普通にお土産屋さんみたいにもなってますね。お土産屋さんでも後でも中入ってからも普通にあると思います。でもやっぱ展望デッキみたいになってるからみんな見てんね。ちょっと行ってみよう。空港着いた時に感じたのはあれでしたね。すごいこう自然のいっぱいあるところなんだなという感じました。山田とかで、あれトルコ航空ですね。トルコの横にはエミレーツがいる。特になんかあれだな、見たいという感じはないな。昼間到着した時に3階上がっていた時はそんなに混んでなかったですが、やっぱり深夜発の便は結構多いんでしょうね。こういう感じになってますね。本当空港によっては24時間滑走路がね空いてるわけじゃない空港とかありますから、そうすると深夜っていうかもう夜になったら結構空いてたりする空港もありますが、ここは違いますね。
この先で保安検査と出国審査を終えて制限エリア内に入ります。左側のラウンジだな。2つ並んでるんですね。航空会社のラウンジが2つ並んでまして、今回はベトナム航空の方のラウンジに行きます。ラウンジが2つ並んでて、ベトナム航空の方のラウンジです。混んでそうだけど、行けるだけいいです。ラウンジはいいんだけど、シャワー使えるのか。空いてないな。席が全く空いてねえぞ。最後の2人ぬるいな。まだ冷てえのごちゃぬるいな。ぬるがっかり。ビールはぬるかったんですが、ラウンジ内で最後にベトナムのバーバーバービールを飲んでいきたいと思います。航空会社ラウンジを使えると大体いる国のビールがありますので、最後にもう一杯今いる国のビールを飲めるのが結構好きです。料理も移していきたいと思うのですが、あまり大きなラウンジではないなという感じだったんですが、料理の種類は結構多いなと思いました。白ご飯。すごいね。ラーメンはフォーを作ってくれる場所もありました。この何種類かの麺の中から作ってくれるようです。蒸し物だな。トウモロコシね。お肉とかもあるんだね。麺類。サラダ類があるんだ。海苔巻きとか。餃子。何つけてるんだ。ビールはぬるいから氷持っていた。これで飲めば東南アジアらしくていいんじゃないでしょうか。ビールはぬるかったんで氷を入れて飲んでおります。東南アジアに行くと結構氷を入れて飲むビールあると思いますんで、この感じはこの感じで美味しいなと思いました。お肉がありましたので、このお肉を食べていきたいと思います。やっぱりね、どこで食べてもお肉好きなんです。美味しかったです。グッドポーズしてビールで流し込んでいきたいと思います。噛んですいません。ビールで流し込んでいきたいと思います。こちら生春巻きですね。ベトナムといえば生春巻きだと思いますんで、決してめちゃくちゃ美味しい生春巻きじゃなくてもいいと思うんです。土地柄の料理が食べれたらいいなと思いますんで、ご当地料理のこの国の料理の生春巻きって言ったらいいのかな。いただきました。よかったです。最後に食べれて。で、揚げ物ですね。これは何だったかな。鶏の揚げ、唐揚げじゃなくて竜田揚げみたいなもんですか。こちらもビールで飲んでいきたいと思います。これウイスキーじゃなくてビールですね。氷の入ったビール。続いて餃子も食べていきましょう。これなんかの大きめな餃子でね、蒸し器に入ってて美味しそうでした。食べてやっぱり美味しかった。グッドポーズしないのか。グッドポーズした。続いてワインを飲んでいきたいと思います。白ワインと赤ワインは両方2種類ずつあったような。取るタイプ。ワインクーラーから取るタイプなんだけど、種類は一緒だと思う。違うかな。違うかもしんねえな。これじゃなくてこっちの白ワイン飲んでみましょうか。何が違うのかちょっと分かんないんですが、この時はなぜかこちらの白ワインを飲みたくなったんだと思います。わけの分かんない理由。
わけのわからない日本語と言ってしまったんですが、決して書いている内容がわけがわからないわけじゃなくて、翻訳ソフトとかでそのままこう日本語にしてあったからわけがわかんなくなっちゃってたんだと思いますということをちょっと補足させてください。要は残さずに食べてくださいねみたいな、じゃなかったな、食べれるだけにしてくださいねみたいなことが書いてあったと思います。で、続きましてこちらのビールも飲んでいきましょう。これがビアサイゴンって書いてあったんで、南部の方のホーチミンの方のビールなんだと思いますが、今回はハノイの滞在ですけども、やっぱりね、ベトナムといえばホーチミンっていう感じが私にはありますんで、サイゴンっていう書いてあるビールも飲みました。それにワイン。で、こちらシャワールームです。アメニティはこんな感じでそんなに多いわけではないんですが、今日はトランジット観光で暑い中観光してましたんで、シャワー浴びれただけでも十分良かったです。レイン式とハンディタイプでした。すげえさっぱりした。シャワー入ってスーパーさっぱりしました。水圧も良かったと思います。さあ、ラウンジを後にします。だいぶ空いてきました。だいぶ綺麗な花ですね。それではベトナム航空のラウンジを後にして飛行機に向かっていきたいと思います。さっき何かで見間違えたのか変わったのか分かんないけど、26、15、26、27が一緒になってんだろう。バスなのかな、バスの可能性もあるよな。いやでもそこに止まってんな。なんかラストボーディングになって、今マンダーって呼んでるわ。よかったよかった。あ、これバスで行くんだやっぱ。マンダーストのあ、ここさっき通ってきたね。マニラ。あ、sorry。Thank you。マニラ。Thank you。いや、今びっくりした。マニラと名古屋が似てる。すげえな、これすごいな。マニラと名古屋が似てんだよ。危ない危ない。マニラでこの飛行機がマニラ行きで、隣が名古屋行きの飛行機で、私日本人で名古屋行きっぽい顔してるからだと思うんだけど、名古屋行きの方に指さされて、名古屋行きの方にどうぞみたいな感じで言われて、危なかった。マニラよかった。そしたらバス乗る時にもう一度他の係の方が本当に大丈夫かみたいな感じでチェックしてますよね。この椅子すごいですね。高級車の椅子みたい。バスの車内はピカピカでした。先ほどもちょっと言ったんですが、マニラ行きと名古屋行きが分かりにくくて、名古屋行きが最終の登場みたいな感じだったんで、マニラ行きが最終の登場なのかなと思ってちょっと慌てましたが、全然マニラ行きはそんなことなかったですね。良かったです。このなんか最後の方に乗るのってなんか申し訳ない感じがしますから、バス移動なんで機内に乗るときは分かんないですけど、改札を通るときにすごい悪いような感じがしますんで、最後の方じゃなくて良かったです。こっちも危ない。両サイドの扉が開きました。なんか普通飛行場ってその制限エリア内では好きなところに歩けないように、なんていうんですかね、飛行機の最短のルートでしか扉が開かないような気がするんですが、
俺は両方開きましたね。もうせっかくだから知らないふりして向こうに降りちゃってもよかったなみたいなちょっと今思っております。オープンスポットからの登場が結構好きで、今回のこのトラップ車はなんかこう開放感のあるトラップ車なんでなお良かったです。これ好きですね。階段上がってってこうやってしっかりと福岡が見える感じです。3列のラロボディです。これ気がついたらドア閉まって、まだ離陸はしてないけど動いてたんで、完全でね、まあそりゃそうだよね、なかなかとかね。なんだかね、2時間45分ですみたいな感じだったよね、ちょっと放送で言っていた感じがしました。はいはい。機内の照明が暗くなりまして離陸です。マニラまでは2時間45分で着くようです。深夜便なのでもう少し飛行機の中で寝ておきたいなという感じです。機内食が出てきました。ありがたいですが、真夜中の機内食、ベトナム航空のマークがしっかりと蓋にも刻印されております。飲み物はあれなんでしょうね、ちょっと覚えてないけどコーラなのかな、ダイエットコーラとかそんな感じでしょうか。エビと春雨のようなものが機内食でした。あとバナナとパンです。さあいただいていきましょう。エビがねこれだけ食べられるっつうのはまあいいですよね。なかなか美味しかったような気がします。そしてこの春雨のようなものくるくるとスパゲッティみたいに巻いてエビも一緒に食べていきましょう。さあお味はいかがなんでしょうか。だいたいこう想像のつくような感じの味で美味しかったです。エアバス321型機、最初の成田からハノイまで来た同じタイプの飛行機です。通路が1本だけ3列、通路3列のナノボディということになります。でシートポケットの中にはこれしか入ってなかったという感じなんですかね。で、トイレに来ましてなんか喋ってんですが、ちょっと声が小さかったのかマイク入ってないのか全然何を喋ってんだか分かりません。これ深夜便ですけど結構機内はこういった感じであれだったんですかね、明るかったんですかね。 Dear passengers, welcome to Ninoy Aquino International Airport, Manila. It is now 4:15. I am local time. The outside temperature is 27 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead lockers to ensure the contents do not fall out or do not leave any of your belongings behind. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. On behalf of Vietnam Airlines, a member of the SkyTeam Alliance, Captain Mario, and all crew members would like to say goodbye to you. We look forward to seeing you again soon. Thank you. いや着きました。隣にはフィリピン航空がいますね。いやなんか暑いな。この中は寒いですね。フィリピン航空の飛行機が長いですね。さあ到着しました。到着しましたフィリピンです。1年1ヶ月ぶりぐらいですかね。さあフィリピン着いたんですがどうしようかってとこです。とりあえず行きます。まだまだ時間が早すぎて何もしようがないです。
りあえずここで両替しよう。1万円だけでいいような気がするけど、そもそも1万円の両替する必要があるのか。あんまり早く宿に行ってもと思ったんで、6時まで空港内でだらだらと待ちました。特に何かすることがあったわけじゃないけど、待ってですね。で、外の日も明るくなってきたんで、てか人増えたな、突然。見えんの？外も明るくなってきましたんで、これから一旦宿に行って荷物を多分預けさせてもらえると思うから、荷物を預けたいと思います。どうやってあっち行くんだ？いや、むしろあんなとこで待機せずとっとと行くべきだった。これやべえな、今すげえ混んでて混んでて行けないよ。グラブ乗り場も行けねえな、この人に。人が多すぎて横断歩道が渡れない。人が多すぎて横断歩道渡れねえよ。やばいね、この状態は。すごい、ちょっと出遅れた感あんな。まあでもいいや。ということで今回の動画はここで終わりたいと思います。今回はハノイ国際空港からニノイ・アキノ国際空港までの動画でした。ありがとうございました。この後はグラブに乗って泊まるホテルにまずは向かっていきます。マニラ行きです。僕乗ります。階段で乗る、これ好きですね。しかもなんかだいぶ